週のこの時間は先月ここシンガポールで単独ライブを行ったベイビーメタルのインタビューをお届けしていきます。ベイビーメタルはアイドルとメタルの融合がテーマに結成されたメタルダンスユニット。メンバーは16歳の中本鈴香ことスーメタル、14歳の水野ゆいことゆいメタル、同じく14歳の菊池モアことモアメタルの3人で2012年にサマーソニックに史上最年少で初出演を果たし、同じく2012年の11月には初の海外公演となるアニメフェスティバルアジアアファでここシンガポールを一度訪れてるんですよね。昨年1月にいじめダメ絶対でメジャーデビューを果たし、今年の3月には日本武道館での単独ライブが決まるなど今後活躍が期待される注目のグループなんです。ではまずシンガポールの印象をスーメタルさん、ユイメタルさん、モアメタルさんの順番に聞いてきました。私は去年のアファの時に初めて海外に来たんですね。あ、そうなんですか。はい、だからまず海外なんか全部建物が英語だったりとか、もうそういうのがすごく新鮮で、日本じゃないところにいると思ってすごく嬉しかったんですけど、本当に何よりも驚いたのが、まず空港でファンの方が迎えてくださったりとか、そしてなんかオリジナルの T シャツを作ってきてくださったりとか、あと日本語を勉強してなんかありがとうとか言ってくださったりとか、もう本当にすごくファンの方が温かくて、あとベビーメタル自体でももちろん初めて海外に来たので、動画とかでコメントを見たりとか英語のコメントを見たりとかして、海外にファンの方っているんだねって話はしてたんですけど、本当に実際に会って本当にいたんだって思って、そういう驚きがすごく大きかったですね。ユイメタルさん、はい、どうですか、シンガポールの印象は。シンガポールは前から食べ物が美味しいよとか、すごいシンガポールの人は優しいんだよとか聞いて、すごい楽しみにしてて、去年初めてシンガポールに行ったんですけど、もうその通りなんかすごいチキンライスとかもすごい美味しかったし、ファンの人たちに会うとスーメタルがさっきしたように日本語を勉強してきてくださって、一緒に日本語で喋ってくださったりとかして、すごい優しかったので、初めての海外のワンマンライブをシンガポールでできてすごい嬉しいです。では最後にモアメタルさんお願いします。シンガポールはすごく英語の勉強とかを先にしてたんですけど、その時に先生からチキンライスが美味しいよって聞いてたのでチキンライスをすごい楽しみにしてきてたんですよ。はい、あとは雑誌とかで見たんですけど、シンガポールの場所とかユニバーサルスタジオシンガポールとか見てたので、いつか行けたらいいねって話してたものが今回行けたので、嬉しかったです。今回2度目の来世ということで、結構シンガポール好きになってくれて楽しんでくれたみたいなんですけれど、先月25日のクリスマスの日が飛行機の移動日だったみたいなんですけれど、翌日に、クリスマスプレゼントとしてユニバーサルスタジオを満喫したそうです。あとライブではですね、インタビューで話していた英語も披露していて、ますますこれから海外での活躍が期待されそうです。続いてスーメタルさんに初めての海外、ここシンガポールでのライブの印象を聞いてきました。やっぱり初めての、海外でのワンマンライブっていうのが私たちにとっては初めてなので、そういう意味ではどういう方が来るのかなとか、どういう風な盛り上がりになるのかなってすごいドキドキした気持ちもたくさんあるんですけど、でも、この間アファーに出た時にすごく盛り上がってくださって、だからそれが一気に不安な気持ちが楽しみな気持ちに変わって、今はベビーメタルの魅力ってライブだと思ってるので、そのライブを早く見てほしいなっていう気持ちでいっぱいです。他の2人も話していたんですけれど、2年前のアファの時のシンガポールのファンの方の盛り上がりがもうすごくて、安心して楽しくライブができたと話していました。あとコスプレの熱の入りようにも、こんなにもライブのために準備してくれたんだと、驚きとともに嬉しかったと話していました。では最後に
3人の今年の目標をスーメタルさん、ユーメタルさん、モアメタルさんの順番に聞いてきました。はい、とりあえずベビーメタルとしては日本で武道館っていうところで、大きいライブが待ってるので、それを成功させたいなっていう気持ちと、またシンガポールにもワンマンとかで行きたいなっていう気持ちと、またいろんな国に行っていろんな美味しいもの食べていろんな人とファンの方とかたくさんコメントいただいているので、もっといろんなファンの方にお会いしたいなっていう気持ちでいっぱいです。はい、ありがとうございます。はい、ユーメタルはさっきスーメタルが言ってたように、海外とかでたくさんの海外のファンの人と会いたいなって思うし、なんかそのやりたいことがたくさんあるので、一つずつなんかチャレンジしていって成功させて後悔しない1年にしたいなって思います。はい、ありがとうございます。最後にモアメタルさん。はい、モアメタルはやっぱりさっきスーメタルが言ってたんですけど、音楽のサイトとかでベビーメタルにたくさんの国の言葉でコメントしてくださってる方がいるので、その方たちに会いに行きたいし、あとは日本でもツアーに行きたいねって話してるので、ツアーとかも回れたらいいなって思います。3人ともコメント聞いてるとものすごくしっかりしてるんですけれど、ライブも実際に見てきたんですけれど、もう一つのショーが完成されていて、ライブがストーリー仕立てになっているのも一つの映画を見てるようですごく楽しめましたし、もちろん彼女たちの音楽メタルでありながら歌詞が可愛らしくて、それがすごく新鮮でした。あとは観客の盛り上がり、もうこれが半端なくて、もう体全身頭からつま先まで楽しんでいるのが感じられて、それを同じ空間で味わうことができるのもすごく貴重な体験でした。今年はまずは日本武道館での単独ライブを成功させて、3年連続シンガポールに来てくれることを願いつつ、さらにね、ファンを増やして日本だけではなくて海外でも活躍してほしいなと思います。今日のこの時間は唯一無二のアイドルメタルダンスユニットベイビーメタルのインタビューをお届けしました。